皆さん、こんにちは。陽介です。今日は先日行われた日米首脳会談についてお話しします。首脳会談というのは国のリーダー同士が直接会って話し合うことですね。3月19日に高市首相とトランプ大統領がアメリカのワシントンで会談をしました。以前の動画でイラン情勢について話しましたよね。アメリカとイスラエルがイランを攻撃して中東が大変なことになっている。日米首脳会談で日本はどう対応するんだろうと注目していました。トランプ大統領って何を言い出すかわからない人ですもんね。しかも今回はイラン情勢の真っ只中です。ホルムズ海峡に軍艦を出せと直接言われるかもしれない。そういう緊張感がありました。で、結論から言うと、おおむねうまくいったというのが日本の人の受け止め方です。今日は何が話されたのか、何が問題になったのかを話していきますね。まず、今回の首脳会談がなぜ特別だったのか背景から説明します。高市首相がアメリカを訪問するのは総理大臣になってから初めてでした。前回の首脳会談は去年の10月に東京で行われました。トランプ大統領が日本に来た。あの時はとても親しい友人、偉大な総理大臣になると褒められて良い雰囲気でした。今回は高市首相がアメリカに行く番です。もともとの予定では1時間の会談と30分のランチだったんです。でも話が盛り上がりすぎてランチを取りやめて1時間半の集中的な議論になったそうです。予定時間を超えるってなかなかないことです。両方のリーダーがそれだけ真剣に、そして深く話し合ったということですね。では、なぜこんなに重要な会談だったのか。それは中東情勢です。皆さんも知っていると思いますが、2月の末にアメリカとイスラエルがイランを攻撃しました。首都のテヘランが空爆されて、イランの最高指導者が亡くなったという報道もありました。その後、イランがホルムズ海峡を事実上封鎖したんですね。ここが日本にとってものすごく大事なんです。なぜかというと、日本が輸入する石油の約95%は中東から来ています。ほぼ全部ですよね。その石油を運ぶタンカーのほとんどがこのホルムズ海峡を通るんですね。つまり、ここが通れなくなると、日本に石油が届かなくなる。ガソリンも上がるし、電気代も上がるし、工場も止まる。物流も止まって、スーパーの商品も届かなくなるかもしれない。私たちの生活に直結する問題なんです。世界の石油の約2割がこの海峡を通ると言われています。日本だけの問題じゃなくて、世界中の国が困っているんです。実際に原油の値段はかなり上がりました。そしてトランプ大統領は日本を含む各国に対してホルムズ海峡に軍の船を出してほしいと言っていました。SNS で名指しで日本と書いたんです。中国、フランス、イギリス、韓国も名指しされました。ホルムズ海峡を使っている国は自分たちで守るべきだというのがトランプ大統領の考えなんですね。日本にとっては非常に難しい状況ですよね。アメリカは大切な同盟国です。でも、イランとも友好的な関係を保ちたい。中東の石油がなければ日本の経済は成り立たない。アメリカを支持しすぎるとイランとの関係が壊れる。かといってアメリカの要請を無視するわけにもいかない。この板挟みの中で首脳会談に臨んだわけですね。板挟みというのは
2つの間に挟まれてどちらにも動きにくい状態のことです。では、実際に何が話し合われたのか、大きく分けて2つのテーマがありました。1つ目は安全保障、2つ目は経済とエネルギーです。まず、安全保障の話からいきますね。一番の焦点は、ホルムズ海峡の安全確保でした。焦点というのは、一番注目されるポイントのことです。トランプ大統領は、日本に対してホルムズ海峡で協力してほしいと求めました。これに対して高市首相はどう答えたか。日本の法律の範囲内でできることとできないことを詳細にきっちり説明したと記者団に話しています。ここで日本の法律の仕組みを少し説明しますね。以前の動画でも触れましたが、大事なことなのでもう一度お話しします。日本には憲法9条というものがあります。戦争をしない、戦力を持たないと書かれた条文です。条文というのは法律の中の一つ一つの文章のことですね。でも現実には日本には自衛隊があります。自衛隊は約25万人の組織で高い技術を持っています。特に機雷を除去する掃海の技術は世界のトップレベルだと言われています。機雷というのは海の中に設置する爆弾のことです。掃海というのはその機雷を取り除くことです。ただし自衛隊は普通の軍隊とは違う仕組みで動いているんです。世界の多くの軍隊は禁止されていること以外は何でもできるという仕組みです。これをネガティブリスト方式というそうです。ダメなことだけがリストになっていて、それ以外は自由にできる。でも、日本の自衛隊は逆で、法律で許可されたことだけができるという仕組みなんですね。これをポジティブリスト方式というそうです。やっていいことだけがリストになっていて、それ以外はできない。つまり、法律に書いていないことはやってはいけない。これが自衛隊の活動を大きく制限しているんです。特に戦闘が続いている地域に自衛隊を送ることは非常に難しい。高市首相は首脳会談の前の国会でもはっきりと答弁をしています。答弁というのは国会で質問に対して答えることですね。まず、停戦前の段階で機雷を除去する行為は武力の行使にあたる可能性があるとしています。武力の行使は憲法で禁じられています。そして、調査目的であっても、艦船を派遣するなら停戦が条件だとしました。停戦というのは戦いをやめることですね。つまり、戦争が終わっていない状態では自衛隊は派遣できないということです。これを首脳会談でもトランプ大統領に直接説明したわけですね。ちなみに1991年の湾岸戦争の後、日本はペルシャ湾に掃海艇を派遣して機雷を除去した実績があります。実績というのは過去にやったことがある経験のことです。だから停戦した後であれば、日本が大きな貢献をできる可能性は十分にあるんですよね。今すぐは無理でも将来的には協力できる。そういうメッセージも込められていたんじゃないかと思います。また、日本はアメリカの軍事行動を国際法違反だとは批判しませんでした。実はヨーロッパの NATO の国々の中にはアメリカの攻撃を激しく批判した国もあったんです。NATO というのはアメリカやヨーロッパの国々が作っている軍事同盟ですね。ヨーロッパの一部の国がこれは国際法に違反している
と言いました。日本はそういう言い方はしなかった。かといってアメリカの攻撃は正しいとも言わなかった。高市首相は事態の早期沈静化が必要だという言い方をしました。沈静化というのは落ち着かせること、収めることですね。つまり、とにかく早く戦いをやめてほしいというメッセージを柔らかい言葉で伝えたわけです。アメリカを傷つけず、でもイランとの関係も守る。この言葉の選び方が日本の外交の特徴なんですよね。さらに、イランの核兵器開発に対してははっきりと許されないと言いました。核兵器というのは原子力を使った非常に強力な武器のことです。日本は NPT という条約に加盟しています。NPT というのは核不拡散条約といって核兵器をこれ以上広げないための国際的な約束です。この立場からイランの核開発は認められないと伝えました。そしてイランによるホルムズ海峡の封鎖についても世界経済への悪影響があるとして批判的な立場を取りました。つまりアメリカを一方的に支持するのでもなく、イランを一方的に非難するのでもなく、日本としてのバランスを取ったということですね。この絶妙な外交が結果的にアメリカからの信頼につながったようです。絶妙というのはちょうどいい、非常にうまいという意味ですね。トランプ大統領は会談の中で NATO と違い、日本は責任を果たそうとしていると確信していると言いました。これは日本にとって大きなポイントだったと思います。次に経済とエネルギーの話です。今回の会談では具体的な協力のプロジェクトがいくつも発表されました。まず、アメリカ産の原油を日本で備蓄する共同事業。備蓄というのは将来のために蓄えておくことですね。中東だけに頼らないで、アメリカからも石油を確保しておこうという話です。次に、次世代の原子炉の共同開発や、南鳥島という日本の島にあるレアアースの共同開発。レアアースというのはスマートフォンや電気自動車に使われる貴重な資源です。今は中国にほとんど頼っている状態なので、日米で一緒に開発して中国への依存を減らそうという狙いがあります。他にも重要な鉱物に関する文書にサインしたり、日本からアメリカへの投融資は17兆円規模と報道されています。投融資というのはお金を投資したり貸したりすることですね。こういった具体的なプロジェクトをたくさん持っていたことはとても重要です。今後、アメリカとの交渉の場面で日本はこれだけ協力していますと言える。外交の世界ではこういう貸しを作ることが大事なんですよね。さて、ここからはちょっと気まずいエピソードの話をします。首脳会談の冒頭で記者団との質疑応答がありました。質疑応答というのは記者が質問してリーダーが答えるやり取りのことです。テレビ朝日の記者がトランプ大統領にこう質問しました。なぜイランへの攻撃を同盟国に事前に知らせなかったのですか？これに対してトランプ大統領はこう答えました。奇襲を狙ったからだ。奇襲について一番よく知っているのは日本だろう。パールハーバーの時はなぜ教えてくれなかった？奇襲というのは相手が予想していないタイミングで攻撃することです。パールハーバーというのは真珠湾、第二次世界大戦中に日本軍がアメリカのハワイを攻撃した出来事ですね。高市首相の表情も
一瞬こわばりました。会場の空気も張り詰めたと報道されています。張り詰めるというのは緊張して重い空気になることです。高市首相は反論せず、表情を少し変え受け流しました。首脳会談の場を壊さないプロフェッショナルな対応でした。ただ、私がちょっと思ったのは記者の方の質問です。この場で聞く必要があったかなと、日本として首脳会談をうまく乗り切ろうとしている。日本一丸となって外交の成果を出そうとしている場面ですよね。そこで日本の記者がトランプ大統領を刺激するような質問をぶつける。結果としてパールハーバーという言葉を引き出してしまった。テレビ朝日は朝日新聞と同じ系列でリベラル寄りのメディアです。こういう場面でちょっとどうなのかなと感じた人は私だけではないと思います。全体を見ればこの場面以外の会談の雰囲気は和やかだったと報道されています。トランプ大統領は高市首相を選挙で圧勝した素晴らしい女性と褒めていましたし、日本を大いに尊敬しているとも言いました。高市首相も強い日本と強いアメリカ、豊かな日本と豊かなアメリカを実現するために私たちは最強のバディだと伝えました。では、今回の首脳会談は全体としてどう評価されているのでしょう。アメリカのメディアは高市首相はほぼ無傷で乗り切った大きな得点だと報道しているようです。乗り切るというのは困難な状況をうまく切り抜けることです。G7 の国の中でいち早く会談に応じたことも評価されました。ただ、日本国内ではトランプ大統領のご機嫌取りをしすぎじゃないかという意見もあります。高市首相が世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだといったことに対して言い過ぎではないかと感じた人もいるようです。まあ、わからなくもないですよね。ただ、この発言にも別の見方があるんですよね。世界に平和をもたらすのはドナルドだけだというのは、裏を返せば、だから早く停戦してくれというメッセージでもあるわけです。直接戦争をやめろとは言えない。でも、あなたにしかできないということで、停戦に向けたメッセージを込めている。相手を立てつつ、伝えたいメッセージを伝える。言葉選びってなかなか難しいですが、なかなかうまい言い方ですよね。日米同盟は日本の安全保障の基盤です。基盤というのは土台、一番大事な部分という意味ですね。アメリカとの信頼関係がなくなったら、日本の安全は大きく揺らぎます。そして今回の一番の目的、つまり日米同盟の信頼関係を維持するという点では目的を果たしたと私は思っています。最後に今回の会談で感じたことをお話しします。外交って本当に難しいなと思いました。アメリカとの関係を大事にしながら日本の立場を守る。イランとの関係も壊さない。できることとできないことを堂々と伝える。しかもそれを首脳会談という世界中が注目する場で一つ一つ言葉を選びながらやるわけです。想像以上に大変なことだと思います。今回の首脳会談は日本の憲法が実際の外交の現場でどう作用するかはっきり見えた場面でもありました。憲法9条があるから自衛隊を簡単には送れない。もし日本に憲法9条がなかったらなぜ軍を出さないんだというアメリカからの圧力はもっと強くなっていたかもしれません。これは賛否が分かれるところだと思いますけどね。そしてこの話はまだ終わっていません。ホルムズ海峡への対応は日本政府の中で検討が続いています。
今後、停戦が実現した場合に、日本の優れた総会技術でどんな貢献をするのか、それとも状況がさらに悪化して、もっと難しい判断を迫られるのか、これも日本にとっては心配な点ですよね。引き続き注目していきたいと思います。皆さんの国では、こういう国と国のリーダーの会談のニュースをどう見ますか？日本ってこういう立場なんだとか、自分の国とは違うなとか、いろいろ感じることがあると思います。ぜひコメントで教えてください。この動画が役に立ったら、いいねボタンを押してください。チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with me.